にかく自分がされている期待とか役割をやったので言うと、まずはそのメンバーのを知るこのスキルってぶっちゃけ社内でしか通用してないんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして今日は何でしょうか？今日もちょっとモン社長にご相談なんですけども、今僕はいわゆる中間管理職っていう立場で組織づくりを戦略的に取り組むべきだなっていうふうに思ってるんですけど、初歩的な質問大変恐縮なんですけど、具体的に何から始めればいいのかな、何を最初に手をつけるべきなのかなっていうところがちょっと僕自身明確に定まってなくて、なのでちょっとモン社長に中間管理職って何をすればいいのか、ちょっと抽象的な質問で大変恐縮なんですけど、その辺をちょっと教えていただければと思ってます。はい。そもそも自分が中間管理職とある部門のマネージャーだとして、何を期待されてどんな成果を求められているのかとか、役割とか、とにかく自分がされている期待とか役割、求められている成果、これはまず自分で考えなきゃいけないですよね。必要に応じてはその上司ですか、とこれをちゃんと確認するということが前提にあって、でじゃあ自分のチームどうしていこうかということなんですけど、先ほど言ったその期待されていることとか求められている成果とか役割っていうのは、そのマネージャー自身もそうですけど、そのチーム、部門、部署に求められていることでもあるので、それをやっぱ元に、チームのビジョン、目的とかですね、とか目標とか、そういったものをまずやっぱ作るということが必要だと思いますと。でそれと同時にやっぱチームメンバー、部門のメンバー、部下ですよね、同じ方向に向けさせていかなきゃいけないので、部署としては僕が最初にやるとしたらっていうか過去やったので言うと、まずはそのメンバーの個人個人を知るっていうことですよね。そうなんですよ。最近ちょっと僕の部署に中途採用で何か入ってきてて、ちょっとそういう部下の育成っていうところで実際どういうことやったらいいのかなっていうのはすごく教えてほしかったですね。まずはですね、やっぱり何かしら結果を出したからマネージャーとか、僕もそうですけど経営者とか、会社が大きくなったりとか、とにかく何らかしらの結果を出したからと思うんですけど、ちょっとでも成功した人って自分の価値観をものすごく大事にしてたりするので、なんかあんまり違った価値観とか受け入れられなかったりとか、普段仕事してる中でも勝手にやっぱ自分の価値観を押し込んでたりとかやっぱすると思うんですよね。でもやっぱ人だからそれぞれ価値観あるじゃないですか。メンバー一人一人にも価値観あるわけですよ。まずはそれを知ってあげないと、どこかで虎の尾を踏んでる可能性があるわけで。なるほど。僕がとにかくやったのは、一旦メンバーの価値観を知ろうと思ったんですよね。自分の部門の見ているメンバーの価値観。例えばじゃあ個人として個人のビジョンとか目標とか、そもそも何考えてるとか、どういう思考性だとか知ろうと。でそれを知ることによってやっぱ相手を認めるわけですよ。今で言うとね、よくダイバーシティとか言葉が出てきてますけど、例えばじゃあ外人が働きに来る、インバウンド旅行来る、でそもそも宗教とか文化的背景も違うから、こっちが当たり前、日本人が当たり前だと思ってることを、向こうは当たり前じゃないとか、向こうが当たり前に思ってることを日本人は当たり前じゃないとか、やっぱりね、こう受け入れていかないと、要は多様性の発揮につながらないみたいなことを言ってるわけですけど、会社も一緒で、個人の価値観もだいぶ違うわけですね。自分はこれが正だと思ってるけど、部下としては全然嫌だったとか、部下としてはこれが正しいと思ってることが上司としてそれは間違ってるみたいな、こんな行き違い、細かいことを起こればいくらでもあるわけですよ。だからそれは個人の価値観を否定することは別にないんですよ。なのでまずメンバーのそれぞれの個人的なビジョンとか、とにかく価値観を知って、まずそういうのは認めてあげる。個人の価値観があるということを認めてあげる。個人を認めてあげる。否定はしない。でこれがまず大事だと思うんですね。だから僕が気をつけてるのは、とにかくそれぞれ人の価値観を否定する権利は僕にはないよと。確かにそうですね。だけどなかなか受け入れがたいものとかって思うところもあるんですけど、一旦はなるほどそういう考え方もあったのかと思って受け入れて、そこでは認めてあげると。なるほど。もしあまりにも違う方向行っちゃいそうだとか、ちょっとずれすぎてるなと思ったら、それを否定して違うよ、右だよとかっていうわけじゃなくて、うまくちゃんとその人自身にいい方向に行けるように、ちょっと付き合ってってあげるだけなんですけど、とにかくだからメンバーの価値観を知る。でそれは別に個人の価値観だからあるということを認めてあげる。
その次が結構大事だと思ってて、はい。必ず誰しもがその個人的ビジョンとかうっすらながら持ってるわけですよね。はい。人によってはいや僕は将来このぐらい稼いで、こういう家族を作ってこういう家に住みたいんだ明確に持ってる人と、でいややりたいことわかんないんですよねと、将来どうなってくるんですかね俺みたいな、すげえおぼろげに。でもそれもうちょっと掘っていくわけですよ。じゃあどういう状態だったら自分は理想だと思うのと、なんとなくでもいいから自分が分かる範囲で考えてみようみたいな、まあとりあえずじゃああれですかね、結婚して子供2人ぐらい産んで意見でも買ってぐらいがいいんですかねみたいな、なるほどなるほど、いいねいいねってと、それいくつぐらいの時にそれだったらいいのみたいな、なんかそういうことをやっていきながら必ずしもおぼろげでもあると思うんで、究極別にいや幸せに暮らせればいいとかでもいいわけですよ。でそれをちゃんとブレイクダウンしていくだけなんで、とにかくそれらをある人もおぼろげな人も多少ブレイクダウンさせつつ、その未来と今やっているこの仕事、会社、自分の部署での成果がどう結びつくかっていうのをこうやっぱ考えてもらうんですよね。ああ、なるほどですね。結びつくものですか、それは。基本は結びつきますよ。例えばですけど、じゃあですよ、僕は45歳の時点で奥さんと実家が北海道だから北海道にも移住して、北海道ででかい家を買ってのんびりと、ね、子供たちと暮らしたいんだと、分かったといいじゃないかと。じゃあ45歳の時点で北海道ででかい戸建てで奥さんと子供2人と住むってことが目標のビジョンなんだねと。 OK いいじゃないかと。でそのためには逆算していくと、いつぐらいに結婚できたらいいのみたいな、34とかですかねみたいな、なので34のって結婚するためには今いくつだっけ、31です、なるほど、あと3年かみたいな、目安が出てくるじゃないですか。でじゃあ仮にさつって34歳で結婚して35歳ぐらいで子供2人ぐらい産むとするじゃないとしたら、どのぐらい収入があればとか、もしくは45歳の時点で北海道に移住して北海道の家がいくらぐらいの家で、その時にじゃあ子供2人も育てるからどのぐらいの年収がなきゃダメで、それにたどり着くためには35歳の時にこのぐらいでとか、子供を産んだらいくら金かかるか知ってるみたいななるほどみたいな、ちょっとなるべく考え出してって35歳の時点で、じゃあ最低でも年収500-600万ぐらい稼げないと、ちょっと自分難しいよねって思ったんだったら、今って現在地どこだっけと、さっきの年齢が31歳あって、今年収これぐらいでこういう仕事してますと、この今とその最終目標地点もそうだし、その途中で設定したポイントもそうなんですけど、そことのギャップを考えるわけじゃないですか。でじゃあ今31歳でこのぐらいだから35歳でこのぐらいになるためにはどうしましょうねってなるわけですよね。それをなんかやっぱもっとブレイクダウンしていろいろ考えさせていくと、結局今の仕事頑張ってじゃあこういう成果を出して、給料上げてとか、個人の評価高めるためには一番手っ取り早いのって僕の評価と会社を大きくした方がいいんですよ。個人の評価ってもちろんその人の個のスキルだと思ってますけど、個のスキルってぶっちゃけ社内でしか通用しないんですよ。なるほど。いや最終的には通用するんですけど、どう見られるかの話で、成長した会社にいた方が、でかい会社にいた方がとか、みんなが知ってるような会社にいる方が勝手に履歴書を転職しようとか評価されるじゃないですか。確かに、自分の評価を上げるために一番手っ取り早いのはいる会社が伸びることなんですよ。どうしたら伸びるのかって言ったら、それぞれの部門で成果が出ることじゃないですか。だから会社を伸ばす、その会社の中で優秀な成果を残す部署、そしてその部署の中で優秀な成果を出す俺みたいなわけですよ。これが一番手っ取り早いわけですよね。会社の方針とかも全部こう確認しながら、給料形態とか、会社が伸びていくんだったらこういうポストになれる可能性があるとか、そういうことを考えさせながらこういくと、今の仕事をまず頑張ってこうなってああなってこうなって35歳でこうなるんですみたいな、ってなっていくわけですよね。で結論大体の人が多分うちで働いてる人とかそうなんですけど、結局今の仕事をこうやって成果出すことがそれに結びつきますし、どの仕事だってもそうだと思うんですよ。仮に転職したいとか中に自分で何かやりたいんだって言っても最後言うわけですね。今この職場で結果を出せない人が独立してもうまくいくわけないし、今ここで結果を出せない人が転職したって履歴書なんて書くねんみたいな、我々の話としてはそういうのがあるわけですから、とにかく今の業種で結果を出してこういうことをやることがどんな道であってつながっていくんだっていうことになってくるわけですね。でそうするとじゃあ今の仕事頑張ろうって普通はなりますね。やってて大体の人なんですよ。アップルさんでは、その部下にビジョンを考えさせるっていう方法論としてはやっぱワンオンワンとかが一番最適なんですかね。いや僕の結論としては研修ですね。研修ですか。だってワンオンワンで今の話上司からいっぱい振られて、1対1ですよ。やっててもなんかすごい嫌じゃないですか。自分しかやってねえし、そこで本当にやりたいこと書く上司と1対1で絶対書けないんですよ。
だから場作りも大事なんで、は僕はやっぱ研修でやりましたよね。そういうテーマの研修にして、なるほど。自分のやつも公開して、はなんなら一緒にやって、いはまあ場合によっては学校誌入れたりとかもしますけど、はい最初お金なかったんで自分ではいその作って、いはい。自分が受けてきたある意味自己啓発の研修みたいなもので、これいいなと思ったものを、まあある意味ちょっと拝借してですね、自分なりにアレンジして社員にも全部それでやらすと。ああ、なるほど。でもいいよ、12回でいいよと。最初ちょっとうーってなりますけど、はいそう今言った通りのやつを全部ワンパッケージにして研修してでやっていくと、じゃあとにかく今自分がやるべきことこれですねみたいに大体にはなりますよね。一番いいですよ。一番いいですか？はい。へ研修にして、はい。まあそういう場作りをして、ん周りにも言ってる人がいて、うん周りもみんな順に自分のやつを書いてますと。うんうんちゃんとそれをみんな否定しない。うんうん研修が一番いいと思うんですけどね。なるほどなるほでそういうのを、しながら、ど。はちゃんとさらにそうやってメンバーを理解して、い。でその上でチームのビジョンとか目標とかをちゃんと理解してもらうために作って説明をして、なんなら一緒に作ってでじゃあどうやってこうかっていうのをメンバーとやっぱ競争していく、作っていくっていうのが一番理想だと思いますけどね。なるほどですね。ポイントとしてはうまくいってるチーム、まとまってるチームとか部署とかは結果論ですけど共通言語がありますよね。共通言語。ほ例えばうちの視点で言うと、はまあとある視点はもう支店長からメンバー絶対来年はキックオフの表彰では最優秀視点になるんだと。い。最優秀視点になってみんなで優秀表彰者ルークを見ていきたいんだとやる気になってるわけですよ。そうすると、いいチーム部門状態なんで、メンバーとかもそれを散々聞くし、当然メンバーからもそういう話も出るし、だからもう最優秀視点みたいなのが共通言語になってるわけですよ。へそんなんで最優秀視点になれるのかよとか俺は最優秀視点目指してんだろみたいなメンバーからもそういう言葉が出たりとか、いい状態のチームっていうのはちゃんとだからチームのビジョンが最優秀視点をね取るみたいな、イコール目標でもありますけど、でそのためにこういう数字出さなきゃいけないんだと。だとしたらその数字出すためにこういう行動しなきゃいけないんだとっていうのは割とメンバーまでやっぱ落ちてるし、結果論共通言語が数が多かったりとか。なるほどですね。そのチームの共通言語が、会社全体の、底上げにもなって、スポーツ業界も同じですよね。そうですね。だから例えばサッカーとしましょうと、J リーグでもいいかな。会社って例えば J リーグその J リーグ機構だとするじゃないですか。要はサッカーを通じて青少年教育とか夢を与えるとか、サッカーの発展だとか、こんな感じがこう理念にしたとしたら、会社も同じように理念があるわけじゃないですか。でも J リーグに所属しているチームが部署部門だとしたら、そのチームが J リーグとしては青少年教育だ、サッカーの発展だって言ってるから、うちのチームも理念はサッカーの発展です。チームとしてサッカーの発展ってどういうことみたいな多分メンバーも思うんです。本来だったらその J リーグがそういう理念掲げてやってます、それはもちろん賛同しているけれども、チームとしてはそのために何ができるのかとか何を目指したいのかって考えた時に、やっぱ俺ら優勝しようぜと。優勝して強いチームだったらいいプレーができたらやっぱそれを見てファンになってくれる、夢を持ってくれる子供も増えるだろうし、なんなら欧州のサッカークラブでやっても勝てるようなチーム作ったら、日本のサッカー界も発展するでしょと。じゃあとにかく俺らやることは優勝しようぜと、ってなったらメンバーもよしじゃあ優勝するかと。じゃあ優勝するために俺らどうやってやっていくんだと、何したらいいんだと、ってなるとしたら、結果そういうのチームが共通言語多くなったりとかしてやっぱ結果も出していくわけで。なるほど、ありがとうございます。とにかくビジョンと目標を明確にしろと。そうですね。チームとしてはチームの、ビジョン、目的とかですね、と目標をまず明確にする。あとはやっぱりそれぞれそのメンバー、価値観を知り認め、今その仕事とそれがどう結びつくかをちゃんと結びつけさせてあげるというか、理解してもらって、個人の価値観を知って個人を認めて、それと今の仕事で結果を出すことがどう結びつくか、これを考えて、なるべく理解してもらうと。個人でも結果を出すと。で個人も結果を出すんだけどチームで結果を出した方がよりそれに寄与するし、補完関係ですよと。チームで結果が出ればあなたの結果にもつながるし、あなたが結果出せばチームの結果にもつながるし、ひいてはそれが会社の結果になりますと。速度を伸ばしていくことが自分の未来につながってますよと。良い未来につながってますよということをこうちゃんと連携させて、
じゃあよし、あなたはこういう成果出そうと、チームもこういう成果出そうと言ってまとまっていって一枚岩というか、になっていくっていうことをやるんだということですよね。ありがとうございます。まずは僕の抱えてる部下の価値観を知るところからやってみようと思います。そのためには一番最適なのは研修であると僕はそう思います、ありがとうございます、皆さんからいただくいいねやコメントは大変嬉しいです。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。